悪魔との契約で銃弾も跳ね返せる。そう言われたら信じますか？遡ること33年前の1989年、テキサス州との境に位置するメキシコの町、マタモロスが今回の事件の舞台。3月14日、この日、マタモロスではカーニバルが行われ、多くの人で賑わっていました。その中にアメリカ人大学生のマーク・キルロイの姿が。マークは友人と3人で春休みを利用し、ここマタモロスにカーニバルの見物に来ていたんです。そんな楽しい時間を過ごす中、マークは想像できるはずがありませんでした。自分がここマタモロスで生贄にされることを。犠牲となった一人のアメリカ人大学生。なぜ未来ある若者の命が犠牲となってしまったのか。果たしてこの大学生の命を葬ったある集団の悪魔儀式とは。おーそす、毎日がエブリデイ、ケンちゃんです。毎日がカーニバル、美の巨人、美の悪魔、ヤミヤミコです。悪魔だね。美の悪魔、美、もう悪魔的な美。本日皆様にご紹介するのは悪のカリスマアドルフ・コンスタンツォです。いずれな。私は美のカリスマだけど、悪のカリスマ。悪のカリスマ。どう悪だ。ネトラの皆さんはね、自分の信じる人がもし超極悪になったら、一体ね、どうね、印象は変わっていくと思いますか？いや、そこからちゃんと自分の信頼、なんかね、今まで信じてた人に裏切られたっていうことを信じたくないわよね、普通ね。まずはね、アドルフが率いる凶悪すぎるね、その組織集団のね、悪行から早速見ていきたいと思います。何やらかしてんの、こいつらは。麻薬と生贄。1989年4月12日、メキシコマタモロスの荒れ果てた農場に警察の姿がありました。彼らはある人物を追っているうちにこの牧場にたどり着いたんです。その人物とは警察が以前から目をつけていた麻薬密売人。警察はさらに密売人の後を追い、この牧場に佇む粗末な小屋へと乗り込むんです。そしてある違和感を感じます。それは小屋の中から漂う強烈な異臭。警察はその異臭に耐えながら小屋内を捜索しました。するとあるものを発見するんです。それは大量のマリファナやコカインと人間の脳みそ。小屋の中の祭壇の前に大釜が置いてあり、人間の脳みそが煮詰められていたんです。そして警察はさらに驚くべき事実を知ることになります。小屋の裏手に地面に膨らみがある箇所があり、そこを掘り起こすと遺体が発見されたんです。その数なんと15人。この15人の遺体の中にアメリカ人大学生マーク・キルロイの姿もありました。いや、この子が冒頭に出てきた男の子でしょ。いや、この密売人って言われてるやつ15人も殺してるってさ、ただの麻薬密売人とは言えないじゃないもん。そうなんですよ、彼の正体はね、一体何だったんでしょうか。この小屋には警察が追っていた密売人の他にも複数の密売人たちが集まっていたんです。警察が追っていた密売人はある麻薬密売グループの所属。この15人もの命を奪ったのはこのグループによる集団殺人だったんです。怖えな。警察は銃を構えながら密売人たちに詰め寄ります。しかし密売人たちはこの絶対絶命の状況の中、余裕の表情を浮かべるんです。お前らに俺たちは捕まえられねえよ。撃ってみろ。銃弾なんか弾き返してやる。俺らは魔法の槍で守られているんだ。やれるもんならやってみな。どういうこと？これは一体どういうことなのか。当然ですが生身の人間が銃弾を跳ね返すことなど不可能だろうな。魔法の槍というのも現実味がないように思います。しかし彼らはあることを信じていたんです。人間を殺害して生贄を捧げる黒魔術を行うことで俺たちは悪魔に守られ、麻薬の取引が全てうまくいくと。バカ。実はこの麻薬密売グループの実態はカルト宗教。麻薬密売人たちは全員このカルト宗教の信者だったんです。彼らはたった一人の教祖の支配下で麻薬取引、殺人と数々の犯罪を繰り返していました。その教祖の名は26歳の青年アドルフォ・コンスタンツォ。26歳の青年がやばい宗教団体のトップなわけ。何その人。こんな若い青年がね、なぜこのね年齢で悪魔的な組織カルト宗教のトップにまで上り詰めることができたのか。それはね、生まれながらに悪魔として育てられたからだとも言われているのかもしれないとも言われているのかもしれないとも言われているかもしれない。それは一体どういうことなのかもしれないかもしれないか。悪魔の子。
アドルフォ・コンスタンツは1962年11月1日、アメリカ・フロリダ州マイアミで生まれました。アドルフの母親は15歳で彼を出産。そして彼女はアドルフが生後6ヶ月になった頃、あることをするんです。それは自身が崇拝する宗教、パロマヨンベの洗礼。母親はこのパロマヨンベのリーダーになるようにアドルフを育てるんです。その教育は壮絶なものでした。両親の呵責は持つ必要はないとして、動物の拷問を手ほどきし、時には殺害することさえあったというんです。どんな宗教なんそれ、怖いでしょ、もう。パロマヨンベはですね、名前だけ聞くとね、もうふざけてるの、パロマヨンベ可愛らしいですよね。そうでもね、実際は怖い宗教団体なんです。というわけで本日のメトロキラーズははっきり言いなさい。パロマヨンベとはブードゥー教、悪魔崇拝、黒魔術、魔女信仰が一つにまとまったいわゆる邪教なんです。めちゃくちゃ最悪じゃん。ブードゥー教は動物を生贄に捧げて神や精霊を憑依させるという呪術がベースになっているんです。ブードゥー教の信者たちは霊の世界とコンタクトできると信じられています。霊を遠い存在ではなく、自分の心にとても身近な存在として認識し、困難に出会った時に手助けをしてくれるものだと思われているんです。パロマヨンベ、言いづれえなパロマヨンベはですね、ブードゥー教の生贄文化と、あとはですね、悪魔崇拝、そして黒魔術っていうのがね、元になってるんで、もう意味わかんないぐらい恐ろしいですよ。やばいものが全部ミックスされてるんじゃない？このパロマヨンベの教えはね、母から強烈に猛烈に叩き込まれ、教え込まれたんで、彼のね、その後のこう人生にね、影響を与えたことはもう言うまでも、パロマヨンベなんです。そして彼の父親もかなりパロマヨンベなやつだったんです。覚えなさい、いいかげん。アドルフの母親は2回の離婚を経て3人目の夫を迎えます。この母親の3人目の夫こそがアドルフの今後の人生に大きな影響を与えた人物。なんと3人目の父親はオカルト信仰者で麻薬密売人だったんです。ここからアドルフは麻薬密売と黒魔術という2つの結びつきにどっぷりとハマっていくことになるんです。この麻薬密売をしている父親の影響により、アドルフは麻薬密売に手を染めていくんです。そして彼は黒魔術と麻薬密売を組み合わせ、全く新しいビジネスを始めるんです。俺の予言通りにすると麻薬密売で捕まらずに済むぞ。彼は麻薬密売人にこう声をかけ予言をするんです。嘘くせえな。そして実際に麻薬密売人がその予言通りにすると、麻薬取引は次々と成功していったんです。たまたまだろうな、多分。それでみんなアドルフォにすごい力があるって信じちゃったわけ。これ本当に予言ってできてたってこと？予言が当たってたってこと？パロマヨンベなんです、それは。予言の力なんてパロマヨンベなんですよ、結局。もういいわよ、パロマヨンベ。教えてよ。予言なんてね、あるわけないパロマヨンベなんですよ。分かった、そんなの。みんなね、予言とかね、占いとかね、一応おみくじやったら小吉だったから許せないですけど、末吉だったわ。関係ねえんすよ。大吉はまあ信じるけど、未来はね、自分で作るんですよ。ね。なんか大凶出たとか言って紐ね、結びつけてね、やるとか、そんなのもういいんですよ、もうね。もうなんか言われたら、俺今年交通事故に遭うらしいですよ。もう絶対合わないよ、もう絶対合わない。自分でもう切り開くわ、そんな。関係ない。パロマヨンベ、マジで。気をつければいい。気をつけてね。まあだから予言なんてね、ないんですよ。で、どうやってかっていうと、彼の親父さんがね、もともと麻薬の密売人で、結構そのルートとかね、安全な取引のノウハウとか知ってたんで、言ってただけなんですよ、みんなに。で、ここ安全だよってね、言って、俺の言うとおりしたら大丈夫だよって言ってるだけなんで、予言でも何でもないです。ただのノウハウなんですよ。そしてね、アドルフォは裏社会で力を持つパロマヨンベ。もうやめてよ。悪のカリスマ。予言を信じて取引を成功させた密売人たちはアドルフを神として崇めるんです。バカ。そしてアドルフは彼らから謝礼をもらうことであっという間に巨大な富と権力を得ることになるんです。もはや裏の世界でカリスマとなったアドルフのもとには彼に魅了された信者が続々と集い始め、それは次第にカルト集団へと変貌を遂げていくんです。信者たちはアドルフの命令で動物を生贄に捧げて悪魔と契約を結ぶという形式の儀式をしながら麻薬の取引をしていたんです。非現実的な儀式や麻薬で大金を得ることができるという社交心を煽る内容で人々を魅了し、多くの信者を集めたんです。そしてこのカルト宗教の信者たちはさらに驚くべきことを思い始めるんです。自分たちにも悪魔の力が宿っている。んなわけねえだろう。
なんと彼らは麻薬の取引を成功させるためにアドルフを心底信じ、自分たちにも本当に超能力があると思い込んでいくんです。しかもそんな信者たちの中には黒魔術や麻薬密売とは縁のないはずの普通の若者や大学生の姿も。彼らは教祖アドルフに魅了され信者になり、次第に密売人が捕まらずに巨大な富と権力を得るのを見て、自分もそうなりたいと思うようになったんです。彼らは動物を殺して生贄を捧げるのは神聖な儀式だと思うようになり、その欲望はエスカレート。もっと大きな麻薬密売をして多くの富と権力を得たいと思うようになるんです。その様子を見たアドルフは信者たちにこう伝えるんです。大きな麻薬取引を成功させるためには人間の生贄が必要だ。だから生贄を探して連れてこい。ただでさえ動物殺すことすらありえないのさ、人間ってこんなの従うやついるの？それがね、みんなね信じちゃうんですよ。もうね、人間っていうのはね、非合理な生き物なんですよ。それも人間。信者たちはこのアドルフの言葉を聞くと血眼になって街中で生贄にするための人間を探し回るんです。信者が生贄となる人間を連れてくると、アドルフはその人間の首をナタで切り飛ばすんです。なんで？さらに信者たちは遺体をバラバラに解体し、大釜へ放り込んで煮詰め、その人肉を食べてしまうんです。怖えな。なんとアドルフは生贄として人間を調理し食べることで悪魔と契約して全ての麻薬取引がうまくいくと伝えていたんです。嘘くさい。こうして信者たちは生贄を探し求め、日夜街を物色、人間を殺して食べるという自分を高めるためのおぞましく神聖な儀式を行うために、日を増すごとに犠牲者の数は増えていき、大釜で煮詰められた遺体の残骸は儀式の行われる小屋の外に無造作に埋められました。そしてアドルフはさらに驚くべきことを信者たちに伝えます。頭のいい大学生の脳みそを食べたらもっと頭が良くなる。頭悪いな、それが。どういうこと？理屈もクソもないじゃない。これどういうこと？本当ですよね。アドルフはね、非現実的な行いを日常的に行ってたんで、非現実もね、日常に行われるもうそれもね、まあ日常なんですよ。それは境目が分かんなくなっちゃってる。そのせいで本気でそう思ってしまったっていうね、ことなんですよ、結局。アドルフの信者たちは大学生の生贄を探し求めるんです。そこで目をつけられたのが、アメリカからここマタモロスに旅行に訪れていた大学生のマーク・キルロイでした。マークはカーニバルを見物中に信者たちに誘拐されました。そしてアドルフの元に連れて行かれ、ナタで首を切り落とされたんです。バラバラにされたマークの遺体は大釜で煮込まれ、アドルフと信者たちの胃袋に収まりました。そしてアドルフと信者たちは一緒にマークの脳みそを食べて、自分たちはさらなる高みに立った特別な存在になったと確信するんです。しかし彼らは知る由もありませんでした。犠牲者となったマークの本当の正体に。ただの大学生ではなかったってこと？マークが普通の大学生っちゃ大学生なんですけど、他の人とはね、結構異なる環境にいたって言われていて、それはね、マークの両親が関係してるんです。終わりの始まり。マークの両親は息子が旅行から帰宅しないことを嘆き、警察に捜索を依頼。しかし捜索は難航。マークの両親は一向に進展しないことに痺れを切らし、ついにあるところに直接捜索を依頼したんです。それはなんとアメリカ政府。実はマークの両親はアメリカ政府に顔の利く有力者。アメリカ政府はマークの両親からの依頼を受けたことで全力で捜索を開始。最後にマークが目撃された場所が旅行先のメキシコ国内であったことから、アメリカ政府はメキシコ政府及び警察に強く圧力をかけるんです。それでも捜索は難航したんですが、冒頭でもお伝えしたように1989年4月12日、メキシコ警察が追っていた麻薬密売人をきっかけにマークの遺体が発見されます。遺体が発見された小屋にはアドルフの姿はなかったんですが、凶悪なカルト集団の存在が明るみになったんです。だからこれ小屋にいた密売人たちが俺たち銃弾効かないとことわけわかんなく言ってたのね、これね。彼らはですね、悪魔の力によって守られているとね、本気で信じちゃったんですよ。こっからね、警察たちによってカルト宗教、そしてその教祖アドルフはどんどん追い詰められていくんです。マークの遺体が発見された小屋で捕まった信者たちはあっさりと罪を自白。9ヶ月間で何人もの人間を生贄にした教祖アドルフの存在は偉大だ。教祖アドルフを信じ、悪魔の契約によって自分たちは守られていると信じていたからでした。一方で小屋にいた信者たちが捕まったことを知ったアドルフは、捕まった信者たちをものともせずすぐさま逃亡。信者の家を転々と渡り歩き、警察の手から逃げ回ったんです。そしてアドルフはこう思います。メキシコにいたら捕まってしまう。なんとかアメリカに脱出しなくては。ダセーな。しかしそんなアドルフの思いとは裏腹に、ついにメキシコ警察の捜査の手がアドルフに迫るんです。それは1989年5月6日、マークの遺体が発見された24日後のことでした。警察はついにアドルフが潜伏しているアパートを突き止めたんです。このアパートには4人の信者たちも一緒でした。アドルフ・コンスタントだな。警察ら直ちに投降しなさい。
隠れ家に警察の突入を許したアドルフは錯乱状態。4人の信者たちと共に警察に向かって銃を発砲します。しかし警察は万全の装備でアドルフを確保に備えていました。驚くべきは警察官の数、その数なんと180人。明らかな多勢に無勢。さすがのアドルフも逃げることを諦めるんです。そして彼は信者の一人にあることを頼みます。その頼みを聞いた信者は警察の前でアドルフを射殺。なんとアドルフは信者の一人に自分のことを銃で撃つように頼んだんです。信者の放った弾丸はアドルフを貫き、その命をあっさり奪いました。死ぬくらいだったら捕まった方が良かったんじゃない？カルト集団の教祖として捕まるわけにいかないみたいな自負があったのかもしれないし、それとも錯乱状態の中正常な判断ができなかったのか、真相はね誰にもわからないんですけど、アドルフの死後ね、信者たちはね自分たちが行ってきたことがね間違いだったとね次第に気づいていくんです。遅えな。信者は信じていました。アドルフは悪魔と契約し、銃をもう弾き返す無敵な人物だと。しかし最後はたった一発の銃弾でその生涯を終えたんです。信者たちはそんなアドルフの最後を目の当たりにして、ある過ちに気がつくんです。そう、それは彼の言っていたことが全て嘘だったということだろうな。教祖様が死んだ。まさか生贄の儀式で悪魔の力を手に入れたはずなのに、まさかあれは全て嘘だったのか。いや、気づくの遅えな。こうして残された信者たちは自分たちの過ちを悔いることも叶わぬうちに警察に身柄を取り押さえられるんです。そして教祖アドルフを失ったカルト宗教はその力を一気に失い、信者たちは次々逮捕されていきます。絶対的カリスマに魅了され道を外した者たち。今の時代も SNS が発達してカリスマ性を発揮する人が多く現れています。もしかしたらこの事件は他人事ではないのかもしれません。魅力的な悪のカリスマが近くに現れたら、あなたは正常な判断をすることができますか？怪しいなと思ったらこの動画を思い出してみてください。